こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日はこの写真のことをお話しします。はい、そうですね。美味しそう。はい、美味しそうだし、綺麗だし。はい、そうですね。お弁当ですね。これね、お弁当、弁当と外国でもう言葉で使われているみたいですね。インターナショナルな言葉になっているみたいですね。弁当、ランチボックス。うん。でもランチボックスと弁当ってなんかちょっと100%同じイメージじゃないかもしれないですね。外国の人ね。ちょっと弁当っていうとやっぱり日本のスタイルをイメージされているような気がしてます。正しくはよく知らないんですけど。まあ今日はこの弁当についてはいお話します。でもテーマはこの弁当ですけど、弁当は美味しいですよとか、こういう弁当がありますよとか、そんな明るい話じゃないです。明るい話じゃないです。暗い話するんですかって、そんな感じかもしれませんね。本当にあのどちらかというと私は弁当だよっていう話かもしれない。はい。そうですね。先に言いたいことを言うと、言いたいというか今日のテーマは、私がいつから弁当を作っているか、はい、という歴史歴史短い歴史ですけどね。そう私と弁当の歴史についてで、2つ目は弁当は足りないっていう話ですね。少ないっていう、はい、もう答え言ってるんですけど、でこの2つかな、大きくは。はい。だから今私はほとんど弁当を作らないっていうことですね。多分3つ目の結論、コンクリュージョン、最後の、はい、言いたいことはそれかも。私は弁当を作らない。はい。なんだその話はってね、聞いてください。ですね、なんでしょうね。ちょっと怒ってるんですよ、私は。多分。怒る必要はないんですけどね、本当はね。皆さんも何も悪くないしね。この弁当もすごい可愛いし、ありますよ、こういう弁当。はい。よく、小学生の子供とかいたら、子供のために作ってあげるとかあります。はい。で、実際、そうですね、最初私と弁当の歴史ですね、ヒストリーをお話しすると、弁当を作るというか、弁当で昼ご飯とかを食べ始めたのはもう幼稚園の時ですね。だからもう4歳とか5歳とか、はい、もう幼稚園で昼ご飯になった時にスープとかおかずっていうものですね。ご飯とかパン以外のものはそれ以外のものは出るんですけど、幼稚園で出してくれるんです。これ私が幼稚園生の時ね、私が4歳5歳の時の話ですよ。すごい昔ですよ。だから、はい。だけどその幼稚園の時ね、でスープとかは出てくる。幼稚園で作ったのを食べられるんだけど、ご飯とかパンがないから持ってきてくださいって言われるんです。でそれをなのでよく私は母が準備してくれたのはパン、焼いたパン、それもトーストを焼いてバターをつけたのをそのまま弁当箱にドンって入れてでそれを持っていくっていうのを、もう4歳か5歳ぐらいからやってました。私は何もやってないですね。母が全部準備してくれた。でそれを持っていく。でその時のなんか覚えてるんですね。なんかね、朝焼いたパンを弁当箱にそのまま入れて昼の時間に食べる、もう5時間ぐらい経ってるんです。でそれはね、美味しくない。簡単に言うと美味しくはない。はい。で何ですか、あったかくもないし、なんかバター塗ってくれてるけどもう
ね、焼いたパンですからなんかシワシワになっちゃうっていうんですね。こうなんか柔らかくなっちゃってて、で何ですか、パンが熱かったから弁当箱に水がついてるんですね。あの汗、パンの汗みたいなことですね。でそれでさらにパンが柔らかくなってまずくなる。はい。そういう思い出があります。だけどそれを食べないとやっぱりお腹が空いてしまうし、しょうがないから食べるっていう感じでした。でおにぎりでもの方が美味しかった思い出はありますね。でもやっぱりなんでしょうね、悲しいんですけど悪いことの方が覚えてます。なんかそういうまずかったパンのことは覚えてますね。そう、まあでもそれはいいんです。全然それは母は悪くない。はい。みんな他の友達もみんなそうだった。はい。だからそれはみんな多分そんなに美味しくないなって思いながら食べてたんだと思います。幼稚園生。はい。でその後、小学校と中学校はお弁当はいらなかったんです。私の場合は。あのあれですね。学校の給食学校で全部作ったものを食べるっていうのが給食です。それをしてたのでお弁当は持っていかなくてよくて、いつもこう作りたての温かいスープとかそういうの、ご飯とかも食べれた。はい。だからお弁当なかった。で高校生になった。で高校生になったらあのー弁当なんですね。出ました弁当と。高校はですね、これ多くの日本の高校が今も同じだと思うんですけど、給食はないんですね。普通ないと思う。高校生だと給食っていうとクラスのみんなと食べなきゃいけないんです。クラスメートと食べなきゃいけない。そう、給食の係の人がいて毎週変わるんですけどね、今週はこのグループが給食をみんなに渡す配るっていう担当がいるんですけど、毎週変わる。だから食べるのも自分の机で食べなきゃいけないんです。中学校までは。小学校中学校はね。だけど高校はお昼の時間は自由。誰と食べてもいい。どこのクラスの人と一緒に食べてもいいし、一人で食べてもいいし、学食といって、食堂ですね。食堂。学生食堂の略で学食って言うんです。学食。学食で自分で買って、お金を払って買って、カレーライスとかラーメンとかうどんとかそういうの食べていいんです。で、私は高校の時はそんなにお金を使ってはいけないなと思って、お弁当を持って行ってた。毎日。で、それも、いやもう高校生だし、自分で作った方がいいなって思って、自分で作ってたんです。で、日本のお弁当っていうとこういう今の写真みたいなものをイメージします、日本人は。はい。これとかすごくよくあるお弁当ですね。はい。こうご飯だけまずこっち1段2段ってなってですね、こうボックスになっててね、ご飯だけで、こっちはおかずっていう、おかずって言います。この米と一緒に食べると美味しいものをこういろんな種類のを入れる。それも結構この小さいですよね。この入れ物にいろんな種類のものを入れるっていうのが日本の弁当スタイルです。まあ、よくある伝統的なスタイルですね。こっちもそう。これはちょっと大きいお弁当に半分ご飯、あとは卵、唐揚げとかそういうのですね。トマトとか。で、最初私もこういうのを作りました。自分のために。15歳ですね。高校1年生。よし、やろうと。毎日。月曜日から金曜日まで毎日こういうのを作ろうと。まあ大体前の日の晩ご飯で残ったもの、晩ご飯で母が作ってくれた晩ご飯の料理の残ったものをお弁当に入れるっていう風にするんですね。で、やっぱりこう見た目というこのデザインですよね。綺麗っていうこと、見た目って言います。見て綺麗か綺麗じゃないかっていうこと。やっぱり綺麗な方がいい。まあやっぱり私はいつも友達と食べてたんです。すごい仲のいい友達とお弁当を一緒に食べてて、こう見ますね。高校生ってね、相手のお弁当は何か。
今日はなんだ、そう自分も見られるし私も見るみたいな、はい、で美味しそうだねとかこれどうやって作ったのとかって言ったりして話します。だからやっぱり変なものを持っていくとちょっと恥ずかしいっていうのがあるんです。でも食べるの自分なんですけどね、私だけなんですけど、そうだからやっぱりちょっと綺麗に持っていきたいっていう気持ちはあの時はありましたね。15歳ぐらいでもだんだん毎日作るというのが大変になってくる。そうで例えば前の日の残った食べ物を入れるっていうのは1種類しかないかもしれないんですね。それが残ってなくてちょっとしか入らないで残りどうしようっていう時にでよく私が使ってたのは冷凍食品。冷凍よくスーパーに売ってる、はい、もうできてるものですね。できていてこれとか怪しいですよ。冷凍食品かも。コロッケでこれを電子レンジに入れて温めてでそうするともうすぐ食べられるっていうものです。はい、冷凍食品冷凍食品です。はい、でそれは買ってました。はい、でも高校生でそんなにお金持ってないからそんなにいっぱい買えないし、はい、だからどうしても買いたいもの好きなものを買ってなんとか1週間過ごすっていうのをやっていました。でね、そうですね、だからもうだんだんその見た目とかはあんまり気にしなくなってきて、もう入れてるかどうかっていうことの方が大事。入ってるか食べるものあるかみたいな。で大体こういう冷凍食品とかって茶色いんですね。こういう茶色いって悪い意味じゃなくてこのコロッケとかハンバーグとかあるんですけど黒いまたは茶色い。そうだからよく誰々さんのお弁当は茶色いとかって言うんですよ。そういう言い方するんです日本人って。お前の弁当は茶色いなとかって言ってそう悪い意味です友達が言うのは悪い意味です。バカにしてます。そうだからこそこういう色のものトマトとかを入れたりこういうキャベツとか入れて少しこう綺麗に見えますよね。こういうのが入ってるとだから入れるんです。だけど私はある時気づいたんですね。トマトとか確かに赤いし綺麗だし、あとこれは鮭です。魚ですね。こういうお魚が入ってると本当に綺麗な、本当に売ってるみたいな綺麗なお弁当に見えるんです。いいじゃないですか。やったんですね。次の日食べるとき開けますね。臭いんです。臭いと思ってあれってなんか綺麗な色してるけど臭っと思って、臭っ。でそれもすごい嫌なのが、例えばこの鮭が臭い隣の卵焼きも鮭の匂いがする。臭くなってる。よくあることなんです。これはよくあることなんです。でこれ鮭だけじゃなくてなんか例えばこれはこれとかもこういうなんか食べ物入れるのいいんですけど、場合によっては持っていく時にこう動いてしまって、でこれはちょっとスープが入ってるんですね。スープっていうかほんとちょっとの汁っていうんですけど、それが出ちゃうんですね。外に出ちゃうとこの中汚くなるんですね。汚いんです。なんかもう全部黒くなってたり、なんか全部が同じ味になってたりするんです。せっかく入れたのにって思う。でもだんだんもう次の日お弁当箱開けるのが怖くなってくるんですね。今日は大丈夫かなって。今日はこんなグラグラ揺れてもう弁当箱こんな風になっちゃってないかなって。何食べるんだろう私これからって。自分で作ったのに前の日の夜。そうなんです。だからだんだんこうお弁当というものを作りたいっていうふうに思わなくなってきたんですね。私はも
もう特に高校生の時は3年間、はい、毎日作ってましたから、やっぱりいろんなことがありました。はいね。でこれも可愛いけど本当にちゃんと入れないと動きます。すっごい動く。こんなにスペースあったのっていうぐらい動くから、これを動かないようにするのって結構大変だし、毎回毎回いつもめんどくさいんですね。でだんだんめんどくさくなってきて、で次大学生ですね。大学生の時ももちろん給食なんてないです。同じように高校の時と同じように学生食堂でお金を払ってうどんを買う、ラーメンを買うとか丼を買うとかして、またはお弁当を持ってきて食べるとかするんですけど、もうねもうお弁当はもう大学ではもう持っていかない、もう嫌だ、こんなの作りたくないって思いました。はい、だから作ってたのは特に高校3年生はよく作ってましたね。高校3年間で、その後、仕事を始めてですね、また弁当を作るようになったんです。なんでかっていうと、ちょっと昼の時間が短かったりする。この日本語のクラスとかで午前中授業やって午後授業すぐにある、1時間しかない。で1時間休みあるんだけど、だいたい次の授業の準備しなきゃいけないとかで短いんですね。1時間は休めないんですね。だから買いに行く時間もないし、だったらもうレストラン行く時間ないです。そうだから作っていこう、持っていこうと思って、で作ってたんです。そうだからまあこんな感じかな。作ってたんですけど、こっちの方ですね、左の方ですね。だけどここで別の問題が出てきました。それは弁当だけでは足りないっていう。はい、これ今2つ目のテーマですよね。弁当だけでは足りない、私はまだお腹が空いているっていうことです。はい、やっぱりね、午前中も授業をして大きい声を出してるんですね。皆さん元気ですかと漢字のテストをしますよみたいな、こんな元気じゃないですけど、で午後また授業、元気が必要です。パワーが必要なんですね。たくさん食べないと授業できない。本当にもう体がそうなってて、である時、弁当だけでは足りないというふうに思って、これ作ってくんだけど足りないから、朝コンビニで1個おにぎり買ってったり、なんかドーナツ買ったりして、お弁当とおにぎり、お弁当とパンとか食べたんです。でそれもなんだか変だなって思ったんですね。そうでなんで足りないんだろうとも思いましたけど、変だなってちょっと思って。でもこういうお弁当とかもねありますよね。でも私としてはもうこれでも足りない。はい。でこの人みたいにこの1個2個3個ぐらい食べたい、本当にそのぐらい食べたいって本当に思ってました。それに本当に食べられた。だからお弁当をね、時々持っていかない日買うんですね。コンビニでこういうの買うんです。これすごいよくありそうですよね。コンビニ弁当っぽいですよね。コンビニ弁当買うんですけど、1個では足りないんです。1つのお弁当では私は足りない。そうということにある時気がついた、自分で分かったんですね。分かんなかったんですよ、それまで。そんなに食べるの私。だってこのお弁当だって、まあ今より安いけど、でも600円700円そのぐらいかかる。で例えばこれ700円として、あとヨーグルトと飲み物買ったら簡単に1000円いくんですね。
1,000円くらい、当時です、その時ですね、1,000円くらいって、でまだお腹空いてるんです私、食べ終わった後。あれ、授業大丈夫かな、多分途中で、午後の授業途中でもうお腹空いちゃって元気なくなるなって本当によく思ってて、でもダメだと、本当にお腹空いちゃうんです。だからだからお腹空いちゃう。だけど全部1,000円もかかってるんですね。で日本で1,000円をコンビニで買ってランチにする、昼ご飯にするって結構もうお金使ってる方なんですね。で多分今だともうちょっと高いはずなんです。お弁当も高くなってるから。だけど私はその時思ったんですね。毎回1,000円払ってて、それも足りなくてお腹まだ空いてて、本当はおにぎりもう1個2個食べたいのに、そしたら1,200円1,300円かかってしまう。それはもうレストランでランチを頼むのとほとんど値段が変わらないっていうことに気がついたんですね。日本はねやっぱり、レストランがヨーロッパとかアメリカと違って安いので、安い店多いですね。そうそう。だから、安く、特に昼の時間は安く食べられるから1,000円、今はねちょっと物価が上がってきてるので1,000円でランチをする、どこかでレストランで食べるっていうのはちょっと足りない場合あります。もうちょっとお金払わないと1,200円1,300円っていうことあると思うんですけど、その時は1,000円払えば890円とかで、例えばカツ丼とか親子丼とかレストランで食べれるっていうのあった。あとハンバーグの定食とかで、それもご飯おかわり何回でもしていいですとか、そういうのあって本当に男の人のように私は食べてましたね。だから本当にその時は1,000円払えばもう十分、食べられる、お腹いっぱいになるっていうのが本当にあって、だからもうそれからもうお腹空いちゃってしょうがないので、ほとんど私はねお弁当は持って行っても意味がないなって思うようになってしまいました。そうだし、だからよく昼の時間は時間が短くても急いでレストランに行って食べて帰ってくる、次の授業するっていう風にしてました。してましたっていうか、そうですね、最近はそんな感じになってますですので昼は本当に食べないと授業ができない。だから大きい声出すからね、クラスではね、学生さんがいっぱいいて遠くの方まで聞こえるように話しますので、それも授業はね3時間とかずっと授業があったりするんですね。ですのでかなりスポーツです。すごいスポーツなのでたくさん食べるっていう風になってきました。だから最近はお弁当は私はって私には足りない、そして買うと足りないのに高いっていう風に思ってしまいます。だからあまり食べません。旅行に行った時に駅弁という駅で買える特別な弁当、ああいうのを買って食べたりするぐらいで、仕事がある時、仕事中の昼の休憩ではお弁当は私は足りません。危険です。授業ができなくなります。体がエネルギーが足りなくなっちゃいます。っていうのを思ってます。あとはさっきもね何度も言った通りね、匂いが移るって言うんですね。そう他のところに匂いが移るというのがお弁当は起きます。だからそれがちょっと嫌です私は。だったらレストランでハンバーグとかお肉とかを食べた方がいいなって私は思ってます。なんだけど日本人はお弁当っていうのはやっぱり好きというか、便利なんですかね。だからこそよく結婚すると奥さんが
旦那さんにお弁当を作ってあげる。で旦那さんがそれを会社に持っていくと、会社の人が「お、いいね、愛妻弁当だね」と言ったりします。奥さんが作ってくれた愛の入った愛のこもったお弁当だねっていうことなんですね。そうそう、今はちょっとね、もしかしたら女の人ももう働いてますから、別に奥さんが作る必要もないですね。旦那さんが夫が作って奥さんが持っていく、また一緒に持っていくっていうことあると思うんですけど、そういうのがあります。だからそのぐらい弁当を会社に持って行って食べるっていうのは、一つ文化がやっぱりあるなとは思います。でも私はあんまりしたくないですこういう理由で。そうなんです。それでも外国で今弁当っていうのがすごくね、ブーム人気になってるっていうのはすごい嬉しいですね。国際的な言葉になってるっていうのはすごい嬉しいです。もう寿司としゃぶしゃぶ、すき焼き、弁当みたいに同じぐらいに有名になってほしいなと思います。ラーメンとね。ということで皆さんどうだったでしょうか。皆さんにとってのお弁当のお話ぜひ聞かせてください。どんなお弁当ですか。ね、こんなお話でした。とは言っても皆さんね、よかったらぜひ日本に来たらコンビニのお弁当も食べてみてください。美味しいんですよ。足りないんです、私は。それだけ。そうそう。で、私は日本語を教える仕事をしています。日本語教師です。ですので皆さんに日本語も教えてます。今日は弁当の話しましたけど、私のオンラインレッスンのリンクここにあります。ぜひ見てみてください。これ書くの大変ですから、皆さんはこのディスクリプションといって今日のこのビデオの下の説明のところをクリックしてください。そうするとこのリンクが書いてあります。そこから見ると、私のオンラインレッスンについて詳しく見ることができます。ぜひ見てみてください。オンラインレッスンといっても2つ大きくあって、ビデオレッスン、ビデオを見て勉強するのと、ズームレッスン、2つあります。ズームレッスンはライブ授業、ビデオレッスンは YouTube と同じで、あなたが時間がある時にビデオを見てください。で勉強できます。でもこのビデオは YouTube では見られません。もちろんです。できません。ですのでクラスにね、申し込みして見られます。でいろんなビデオがあります。その中でもごめんなさいね。私が見えている。そうですね。いろんなクラスが、いろんな、ビデオレッスンがあるんです。でその中で例えば読解、 JLPT の読解のビデオレッスンとか、語彙とか文法とかあります。これは N2 の読解ですね。でこれ N1 の読解です。これどちらも大人気のビデオレッスンです。このビデオを見て毎年たくさんの人が JLPT に合格しています。ぜひ皆さんも見て、テストに使ってください。であとはN1 の語彙文法などのビデオレッスンもあります。これは N2 の語彙のビデオレッスンですね。これ語彙を50個テストに出るものですね。紹介してます。これは YouTube では見られませんので、ぜひぜひおすすめです。すごくおすすめです。大事な語彙ですよ。テストに出ますよ。であとはライブ授業の Zoom レッスンです。これはライブだから私と話しながら、お話しながら授業をします。これはビジネス日本語、仕事の日本語をしてます。これはグループレッスンです。で私と一人とあなたたち、クラスの皆さんで勉強します。ですから友達ができます。楽しいと思います。ビジネス日本語はビジネスの電話のかけ方などを練習してます。あとは日本人のビジネスについて、いろんなマナーもあるし、敬語のこととか考え方とか、日本人の考え方とっても大事なんですけど、そういうこと、文化ですよね。そういうことも皆様知らないので、勉強してます。面白いですよ。
ですので仕事で日本語使わなくてもそういうこと知りたいなっていう人でもぜひぜひ来てみてください。面白いと思います。あとは Zoom レッスンでプライベートレッスンがあります。これは、N5 から N1 レベルの人誰でも教えます。はい、勉強することは JLPT の勉強でもいいです。例えば JLPT のリーディング、読解とか文法、語彙、漢字などなど何でもどうぞ。会話の練習してる人もいます。あと発音の練習、発音、プロナンシエーションとかでもね、何でもいいです。これはあなた一人と私一人で勉強しましょう。はい。で、私英語とドイツ語話しますから、日本語がよくわからない人は英語かドイツ語でも授業をします。はい。では私のこのオンラインレッスン、下のリンクから見てください。今日の説明のディスクリプションにリンクが書いてあります。はい。まずはそこから、ね、どんなものがありますかっていうのを見てみてください。いろいろあるので、はい。まずは見てみてください。はい。では今日はそんなお弁当の話をしました。皆さんどうだったでしょうか？はい。皆さんが思ったことぜひメッセージで送ってください。ね、お弁当いいこともあるし悪いこともあるし、そうですね。そんな気がしますよ。はい。皆さんどんなお弁当食べたことありますか？っていうのでもいいですね。聞きたいです。教えてください。はい。では皆さんのメッセージいつも嬉しく読んでます。よろしくお願いします。ではメッセージ待ってます。今日もありがとうございました。ライブで聞いてくださった方ありがとうございました。ではまた聞きに来てくださいね。では失礼します。またお会いしましょう。